皆さんはネパールについてどんなイメージを持っていますか？ネパールはアジアの開発途上国の中で発展段階が低く、貧しい人がとても多いです。そんなネパールにはボランティアに来る日本人や外国人も多いです。そこで今回はネパールで人気なボランティアトップ5について詳しく深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバリー、ガイさん is here。今回の動画ではネパールに来る日本人、また外国人たちはどんなボランティアをしに来ているのかということで、人気ボランティアトップ5 in ネパールをやっていきたいと思います。アジアのボランティアといえばカンボジアの孤児院やインドのマザー・テレサの施設でのボランティアあたりを想像される方も多いかと思います。しかしネパールでも多種多様なボランティアを募集しています。僕も初めてネパールに行った時はですね、ボランティアインターン生として現地の小中学校の英語の先生として派遣していただきました。そしてそのたった2ヶ月の経験が今こうしてネパール系 YouTube をやってるということにつながるっていうのはですね、いやー、人生何があるかはわかりません。今回の動画ではネパールにあるボランティアについて皆さんに知っていただき、ぜひそのボランティアをしにネパールに行ってもらえたらなと思います。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄の方で応援してください。また公式 LINE の方もやっていますので、そちらでは公式 LINE でしか手に入らないネパール情報を発信しています。またネパールに関わる相談だったら何でも受け付けますので、今回ご紹介するボランティア内容でですね、実際にネパールに行ってみたいという方がいましたらですね、そういったボランティア団体の紹介だったりもできますので、じゃんじゃんとご連絡ください。それでは早速内容に入っていきましょう。ネパールと日本は昔から友好的な関係を築いてきました。ネパールではドラえもんやちびまる子ちゃんなどが有名で、テレビでも放送されています。日本がネパールの経済や教育を支援してきたため、ネパールでは日本人が作った病院や学校が数多くあります。そう、ここから見てもですね、日本がネパールを支援するボランティアしていくっていう部分はですね、今始まったことではなく、昔から日本はネパールを支援し続けてきたっていう歴史があるんですね。こういったこともあってですね、ネパール人は日本人へ良い印象を持っていることが多いです。しかしもちろん冒頭でお伝えした通り、ネパールは未だ発展途上国、貧しい人がたくさんいるのは事実でございます。ただ発展途上国だからっていう理由だけではですね、片付けられないほどネパールには様々な要因が絡み合っているんです。では一体ネパールが抱えている問題とはどういうものなのでしょうか。ボランティア内容に入る前にそちらを考えていきましょう。ネパールにはカースト制度の強い名残や標準ネパール語以外の多種多様な言語を母語とする先住民族がいます。そういった民族の子供、または障害のある子供、女の子などは自然と弱い立場になってしまい、児童婚や児童労働を強制されるなどの問題が発生しています。ネパールでは1963年から児童婚を法律で禁止しているのにもかかわらず、児童婚が受理されてしまっているのが現実です。また職業仮想カーストやカマイヤなどとてつもない低賃金で肉体労働を強いられているのが現実であり、憲法で禁止されたはずの今でも根強く、こういった悪習慣というのはネパールに根付いているんです。今のところでさらっと発展途上国だからという視点だけではなくてですね、文化的、歴史的、習慣的に切っても切り離せない問題っていうのがネパールにはあるんです。ではここからは早速本題であるボランティアに焦点を当てていきましょう。ボランティアといっても様々な種類があり、短期のボランティアから長期のボランティアがあります。これから人気なボランティアランキング5を紹介していくんですけども、こちらは募集件数が多い順に並べていますので楽しみにしていてください。では早速1つ目、ネパールで人気なボランティアランキング第5位は農業ボランティアです。農業のボランティアにも色々な種類があります。野菜栽培の開発の推進、支援をしたり、コーヒー豆を栽培するボランティアなど様々です。コーヒーが名産物の国っていうのは世界中に結構あるんですけども、ネパールイコールコーヒーってなかなか繋がらないですよね。しかしネパールのコーヒーには酸味が少なくコク深さがあり、日本人の口に合うと話題になっています。
実際に日本の会社であるビカスコーヒーがですね、実は僕の知り合い、カンちゃん、スガちゃんが、経営をしてるんですけども、そこは、ネパールのコーヒー豆をこっちに輸入してですね、それを、日本人の方々に提供しているといった事業を行っています。また、アグロフォレストという考え方で、ネパールの方にコーヒー豆の農業というかですね、そちらを促進していって、よりクリーンに環境に良いもの、またその中でフェアトレードを行っていくといった取り組みをしている方々がいます。そういった方々にもですね、ぜひ今度インタビューして皆さんにご紹介できたらなと思っています。話は戻りまして、ネパールの農家の方々は他の農作物を栽培しない期間にコーヒー豆を収穫して利益を上げています。これで農産物が育たない時期でも収入を一定に保つことができるんですね。では次にネパールで人気なボランティアランキング第4位は、建設ボランティアです。なぜ建設ボランティアと思う方もいるかと思うんですけども、実はネパールでは2015年に何千人もの命を奪った大地震が起きました。そしてそれによりたくさんの建築物が破壊されました。あれから約8年が経ったので復興再建が進んだ場所もあるんですけども、未だに復興が進んでおらず、安全な家庭に住めない、しっかりとした学校に通えない、観光地が未だ工事をしているなんていうことがネパールでは起きています。ちなみにネパール大地震についてはこちらの動画でとても詳しく深掘っていますので、少し寂しい内容、心にグッとくる内容も入っていますが、ぜひ皆さん、地震大国日本としてですね、同じような境遇にある方々のことを知っていただけたらなと思います。話は戻りまして、建設ボランティアということで、未だネパールでは水道などのインフラも整っていないことが多いんですね。また学校や公民館などの必要な施設の再建はもちろん、教育を充実させるために新たな学校建設に携わることもできます。まだまだ学校が少ないネパール、実際にそこに学校を建てて共に経営をして10年20年と子供が育っていく姿、卒業していく姿を見れたらどんなに幸せなことでしょうか。ぜひ私も将来はですね、耳の聞こえないネパール人の方々にとってですね、より良い学校教育、より良い就業環境というものをですね、提供できるように活動していきたいなと思っています。ではお次にネパールの人気ボランティアランキング第3位は、震災復興ボランティアです。はい、第4位でもお伝えしたんですけども、2015年にネパール大地震というものが起きました。未だに復興が進んでいない場所、それだけでなくてですね、たくさんの山々があるネパールはこれからも地震が起きていくことは簡単に予想ができます。実際にボランティアスタッフは以前の地震でまだ復興が進んでいない村、僻地へ行くことだったり、これから地震が起きたらどのように対処していけばいいのかなどの防災教育をネパール人で行っていくといったボランティアがあります。しかし復興支援というのはただただ物を片付けたりとか、新しい学校を建てるとか、家を建てるとかだけではなくてですね、震災で大切な方々を失ってしまった遺族たちのですね、心のケアなどがとても必要なのではないのかなと思います。ただただ体力であったり英語力というものではなくてですね、心のケア、現地の人にいかに寄り添えるかっていう力が求められるボランティアなのかもしれません。地震大国ネパールでは日本よりも地震が多いと言われています。地震が起きてからどうするかではなく、地震が起きても大丈夫なように環境を整えたり、指導できるのは地震大国で生まれた日本人ならではの強みなのかもしれません。では次にネパールの人気ボランティアランキング第2位は、教育ボランティアです。教育関係のボランティアではネパール人に日本語を教えたり、職業訓練のために長期で関わるものがあります。このボランティアは日本語教師の資格を目指している人や大学の教育学部の人が参加することが多いです。実際に就職の面接とかでですね、ネパールで先生をしていましたなんていうセールスポイントを持っていたらとても良さそうですよね。実際に私も大学の教育学部に所属していた際にネパールへ教育インターン生として行かせていただきました。その経験もあり、どういった面接また教員採用試験でもですね、ネパールで先生をしていてこんな経験をしてきましたよっていうところは、やはり他の志願者たちよりも一歩頭を抜けた存在になれていたのではないかなと思っています。では最後、堂々のネパール人気ボランティアランキング1位は子供ボランティアです。
子供ととにかくはっちゃける、外国人と出会うのが初めてのネパールの子供たちと思い切り遊んだりする内容となっています。遊ぶのに語学力はそこまで必要ではありません。楽しい時間をとにかく一緒に過ごしてあげて、子供たちにとって人生で最高の思い出になるようなひとときを作ってあげてください。または子供関係のボランティアはただただ遊ぶだけではなくてですね、孤児院や障害児施設でスタッフとして働いたり、図書館の使い方を教えたりと様々です。ボランティアが終わってまた数年後に遊びに行くと、お世話した子供たちの大きくなった姿が見れて、それはまた私たちにとってもかけがえのない経験になるのではないかなと思います。はい、ここまでネパールで人気ボランティアランキング5選は終わったんですけども、これ以外にもですね、ネパールには様々なボランティアがあります。例えば、ネパールの病院で実際に診察を視察したり、医療を受けられない貧困層の人々の支援をしたりする医療ボランティア、職がない人々にミシンの使い方などを教える職業支援ボランティア、中には動物のサイの保護を支援するボランティアもあるんだとか、人々を支援するだけではなく、環境や動物などをも支援できる体験がネパールには広がっています。日本でももちろん様々なボランティアはできるんですけども、ぜひ海外の文化に触れたり、外国人と関わることで新しい自分、また新しい見方で日本が見れるかもしれません。はい、お疲れ様でした。ではここからは簡単に今回の動画をおさらいしていきましょう。ネパールで人気のボランティアランキング第5位は農業ボランティアでしたね。ネパールでもコーヒー豆が取れるなんていうことは驚きでした。そして第4位は建築ボランティアでしたね。新しい学校を建てるとか、新しい病院を建てるとか、そんな経験をして10年20年一緒に経営をしてって生徒たちの成長が見れたら、それはまた嬉しいですね。そして第3位は震災復興ボランティアでした。2015年に起きたネパール大地震、そこの復興はもちろんのこと、これから起きるであろう地震への対策、防災教育を行っていくボランティアでした。そして第2位は私も行った教育ボランティアでしたね。英語だけではなくてですね、私たちの強みっていうのはきっと日本語であったり、料理であったり、スポーツであったり、いろいろとあると思います。こういったものをネパール人の方々に教えてあげるという経験を通して教育に絡めていく。そして将来はより教育分野に入っていくっていうことができると、より日本の子供たちへも深い教育、価値ある教育につながるのではないでしょうか。そして堂々の第1位は子供ボランティアでしたね。とにかく思いっきり遊んであげる。そして彼らにとって今この瞬間が最高に楽しいんだっていう経験をしてもらいましょう。まずそれだけではなく、孤児院であったり障害者施設というところに行ってスタッフなどもできます。はい、いかがだったでしょうか。皆さんはどんなボランティアをやったことがありますか？コメント欄の方で教えてください。そしてこれからも皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また公式 LINE の方も下の方にリンクありますので、そちらでは公式 LINE でしか手に入らないネパール情報を皆さんにお届けしています。また僕にも何でもネパールに関わる質問大丈夫ですので、ぜひご登録ください。それでは皆さんがこの動画を通してネパールへボランティアをしに行くなんていうことにつながれば幸いです。また次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also.